ないで連れてくよ、海に眠る宝石よ、二人の。はあはあはあ、ごめん、みんな遅れちゃった。遅えぞシン、どうせいつものスタジオ行ってたんだろ。あはは、ごめんと。だってライブハウスで練習するなんて思ってもなかったんだもん。大丈夫だよしんちゃん、今セッティング終わったばっかりだから。僕たち楽器陣はいつもしんちゃんを待たせてるからね。りゅうくんもおはよう、またジャージできてる。すやすや。それ寝てるの？もう絶対気づかないよ。リュウジさんもおはようございます。あれ、リュウジさん、椅子どうしたんですか？ああ、勢いよく座ったら地面までのめり込んだ。どんな勢いで座ってるんですか？いいからシン、さっさと練習しようぜ。ライブハウスで練習できるなんてめったにねえんだからさ。よーし、それじゃあ目の前にお客さんがいる気持ちで歌うよ。うわー、普段なんかここのお客さんの席からメンバーを見ることがあんまりないからなんか新鮮だな。やっぱりさくらボーイズのメンバーみんなかっこいいよ。おい、そこのメガネの男の子、周りの女に負けんなよ。うわー、これがお客さんが体感してるせいじくんの煽りか。せいじくんは言い方がストレートだからなんか実際言われたらすっごくキュンとくるな。じーニコ。太一くんは本当に自分の見せ方が分かってるな。これだったら女の子もメロメロだよ。なんだろう、りゅうくんって本当に不思議だな。なんかこう見ちゃうな。やっぱりさくらボーイズは最強のバンドだ。楽しかったね。たまにはライブハウスで練習しようね。しようしよう。すっごく楽しかったよ。でもよくライブハウスで練習させてもらえたね。日頃俺たちここでイベント開いたりしてるからな。オーナーが空いてる時なら好きに練習していいってさ。本番さながらの練習ができるからみんなのスキルアップにもつながるな。なんだろう、座り方でみんなの個性が出てるな。ライブハウス広いから寝やすそう。りゅうくん、今日いつもより眠そうな顔してるね。それじゃあサクッとミーティングしちゃおうか。みんなこのニュースは見た？こないだご一緒させてもらったお祭りボーイズの話なんだけど、どうやらメンバーの一人がファンの人に手を出してそれがスキャンダルになって炎上したみたいだよ。ああ、そのニュース見た。それでお客さんもどっと減って結局活動休止になったらしいな。そうだね。僕たちのお客さんも女性が多いからみんなに限ってそんなことはないと思うけど絶対に気をつけてね。うちはそういうのねえだろ。強いて言うなら太一か俺になるんじゃねえの。少なくともシンとリュウくんは絶対なんもなさそう。ちょっとセイジくん、それはそれでなんか失礼な気がするけど。はは、悪い。なんかこの二人って一番女っ気なさそうじゃん。でもなシン、分かってると思うけど絶対つながりなんて作るんじゃねえぞ。特にお前はバンドの顔だ。それに優しすぎる性格してんだから絶対その子を大事にしてしまいそうだからな。わかった。肝に銘じておくよ。しんちゃんなら大丈夫でしょう。僕もしんちゃんがボーカルだからこのバンドにいるようなもんだからね。そういうスキャンダルとは無縁の人だと思ってるから。わかる。しんちゃん真面目だもんね。つながりか。よく聞く話だけどみんな人間だからそりゃ誰を好きになるかとかわからないよね。うわ、やっば、お祭りボーイズの掲示板大荒れしてるよ。確か一番人気のあるメンバーの人がスキャンダル出たんだっけ？しかもそこの TO とつながってたらしいじゃない。そりゃ炎上するわね。そういうの怖いな。さくらボーイズは今んとこ何にもないけど。大丈夫だよ京カッチ。少なくともリュウくんとシーくんは絶対そういうのなさそう。セイジくんはどうか知らないけどね。セイジくんは MC とか煽りはあんな感じだけど絶対硬派な男の人よ。わかる。セイジくんってなんか昔から大事にしてそうな彼女いそうだもんね。今日かさらっとメンタルえぐること言うのやめて。さくらボーイズは大丈夫だよ。そういうところも全力で押せるようなグループだからね。何飲もっかな。プハー、コーラ生き返る。ピンポンパンポーン。
押谷京香、すぐに職員室まで来なさい。バイ、ラブリー鈴井より。京香、鈴井先生からご指名入ってるわよ。また今日カッチテストの点やばかったんでしょ。はあ、行ってきます。失礼します。鈴井先生、何かお呼びでしょうか？お、押谷来たか。まずは座りなさい。先生の膝の上に。普通にこっち座りますね。鈴井先生、やっぱりテストのことですよね。押谷、いつも俺はちょっと変なキャラと思われてるかもしれないが、正直に言うぞ。お前、このままでは留年してしまうぞ。なんか噂で聞いたけど、アルバイトしたり、どっかのライブハウスに入り浸ってるらしいな。誰だ、私の情報鈴井先生に売ったのは。そんな情報までゲットしてるんですね。とにかくだ、このままこういう点数が続くんだったら、親御さんにも連絡しかねないぞ。先生、それだけはやめてください。親に連絡されたら私絶対制限かけられちゃう。そんなことされたらいよいよライブも行けなくなっちゃうよ。だったら心を入れ替えて頑張るんだな。まあ、押谷がどうしてもって言うなら、内緒で先生のお家で二人っきりで家庭教師してあげてもいいんだぞ。鈴井先生、全部聞こえてますからね。上に報告します。どうしよう。私ほんと要領悪いから勉強できないんだよね。やっぱりあれか、塾とか通ったり家庭教師とか雇った方がいいのかな。いやいや、その前にまずは自分で何とかする努力しなきゃ。よーし、これからさくらボーイズのライブがないときは図書室で勉強するようにしよう。家だとついつい YouTube 見たりしちゃうからね。あれ、木村くん、どうしよう。なんかちょっとこないだから木村くんのことを意識しちゃうようになったんだよね。でも C くんにも応援してもらってるわけだし、リアルもちゃんと充実させなきゃ。木村くん、こんにちは。押谷さんだったっけ。こんにちは。困ったな。なるべく関わらないようにしたいところなんだけど。木村くん、聞いて。実はね、今鈴井先生に呼び出されたんだ。私ほんと頭悪すぎてテストの点数が赤点ばっかりなんだ。それでね、もしかしたらしばらくさくらボーイズのライブ行けないかも。だからこれから木村くんと同じように在宅ファンになっちゃうかも。そんな、ライブのお客さん一人減っちゃうよ。それにこの子がいなくなるのはなんかちょっと寂しいな。よーし、私も木村くんに負けじと勉強するぞ。この子、果たしてどのくらい頭が悪いのだろうか。どれどれ、ちょっと見てみよう。押谷さん、そこはそうじゃなくてこうした方がいいよ。ほんとだ、木村くんすごい、ありがとう。木村くん教え方うまい。そんな、僕は普通に教えただけだよ。そうだ、木村くん、もし迷惑じゃなかったらたまに図書室で勉強教えてほしいな。私、さくらボーイズのライブがない日は図書室で勉強しようって思ってるから。いやいや、それって僕とスケジュールバッチリ合っちゃうよ。いきなりそんなこと言われたら迷惑だよね。どうしよう。まあでもいなくなっちゃったらライブに来るお客さんが減っちゃうってことだし、まあそのくらいは別にいいか。僕が余裕があれば教えてあげるよ。ほんと？やったー。そうだ、木村くん、そういえば連絡先交換してなかったよね。今交換しよう。連絡先？いや、その連絡先はちょっと。そうだよね。私なんかと連絡先なんて交換したくないよね。そうだよ。私みたいなオタク、絶対男の人嫌がるよね。あはははは。うわ、露骨にめっちゃ落ち込んでる。どうすればいい。でも、この子悲しんでるし。ありがとう、木村くん。もしわからないとことかあったら連絡してもいい？まあ、なるべく自分で考えれるように頑張ってね。わかった。それじゃあまたね、木村くん。
よーし、またイベントとかで C 君にリアルで気になった人と連絡先交換したって報告しよう。どうしよう。これって僕ファンとつながっちゃった。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。 Twitter もやってます。概要欄にリンク載せてるからよかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろな。バイバーイ。